今日は黒ごまプチ大福を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は黒ごまプチ大福を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、一口サイズの可愛い黒ごま大福を作っていくんですけれども、生地の中にも黒ごまを練り込んで作っていきたいと思います。そしてさらに電子レンジで簡単に作れるので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。白玉粉、お水、お砂糖、黒ごま、こしあん、すりごま、片栗粉。今回はこちらの材料で作っていきます。まず生地の方にはこちら粒状になってる黒ごまを使っていきます。そして中に入れるあんこはですね、今回こしあんを使うんですが、ここにですねすりごまを入れていきたいと思います。このねこしあんに関しましてはお好みで粒あんを使っていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに中に入れるあんこを作っていきます。まずボウルにこしあんです。そしてすりごまを加えます。そしてこの2つをよく混ぜましょう。はい、これで OK です。このように綺麗に全体をよく混ぜてください。それでは続いてこちらのあんこを丸めていきます。だいたい 10g ぐらいを目安に丸めていきましょう。はかりがない方はこの小さじのスプーンを使っていただいて、でこれですくっていただくとだいたい 10g ぐらいになります。でこちらを手に取ってコロコロ丸めます。はい、こんな感じ。このように丸めていってください。では残りも同じように丸めていきます。はい、全部丸め終わりました。このように12個丸めておいてください。でこちらを乾燥しないように上にねふわっとラップをかけておいてください。あんこの準備はこれで OK です。では続いて大福のお餅を作っていきます。まずボウルに白玉粉、そしてお砂糖を加えます。この2つをねまずさっと混ぜましょう。はい、 OK です。そしたらここにお水を加えてください。そして混ぜます。でちょっとねこの白玉粉の粒々を潰すように混ぜていってください。でもし粒々がなかなかなくならない時はこのように泡立て器を使ってすり混ぜていただくといいかなと思います。はい、 OK です。このように白玉粉のダマがなくなるまできちんと混ぜてください。それではここにふんわりラップをします。で1箇所ね空気の出入り口を作っておいてください。こちらをですね電子レンジ 600W で1分加熱します。今1分加熱しました。そしたら一度ラップを取ります。今ね少しこのように固まってる状態です。でこちらをゴムベラでよく混ぜましょう。このね固まってる部分をゴムベラで押しつぶすようにするとだんだん綺麗に混ざってきます。このようにまたねひとまとまりになれば OK です。そしたらねまたふわっとラップをしてください。そしてこのまま電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらまたラップを取ってください。今ねこのような状態です。少し透明感が出てきてる部分とまだちょっと白っぽい部分に分かれてます。でこれをもう一度ゴムベラで混ぜましょう。でこのようにムラがなくなるまで混ぜてください。それでは最後仕上げですね。仕上げにもう一度ねふわっとラップをして今度は電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。ラップを取ります。最後加熱していただくとこのようにムラもなくなります。このぐらいになるまで加熱してください。これをねもう一度混ぜましょう。今回ね私はゴムベラで混ぜてるんですけれども木べらを使っていただいても OK です。はい、 OK です。最後ね仕上げるとこのように滑らかになってさらにツヤも出てきます。このぐらいになるまで加熱してしっかりと混ぜるようにしてください。そしたらここにごまをねまず半分加えます。そして混ぜましょう。でよく混ざったら残りの半分加えます。これね一度に加えちゃうと結構ね黒ごまが固まっちゃうので2回に分けて加えるようにしてください。ではこれをねもう一度よく混ぜましょう。このように綺麗にごまが混ざれば OK です。でねちょっとごまを混ぜた後は木べらの方がね混ぜやすいかなと思うので、もし木べらがある方はね木べらで混ぜていただくといいかなと思います。
それではバットの中に片栗粉をふるい入れて、この上にお餅を出します。はい、このように出しました。そしたらね、上に少しね、片栗粉をこうやってまぶして、そして手でね、少し広げます。はい、このように広げてください。で、そしたらですね、一旦このまま触れるぐらいになるまで粗熱を取りましょう。はい、今ね、手で触れるぐらいになりました。だいたい 2,3 分ぐらいですね、粗熱を取っていただければいいかなと思います。それではこちらを12等分に分けていきます。大体で OK です。はい、このように分けました。では今からあんこを包んでいきます。まずですね、このように一切れ取ってください。そして手でね、こうやって広げましょう。はい、こんな感じで広げてください。そして丸めておいたあんこを中央にのせます。で、あとはね、こちらを包んでいきましょう。こんな感じで口を閉じていきます。で、最後ね、口もしっかりね、キュッキュッキュッと止めましょう。そして形を整えます。はい、こんな感じです。このように丸めてください。裏側はこんな感じですね。これで OK です。それでは残りも同じように丸めていきます。はい、このように丸め終わりました。こんな感じです。丸い一口サイズに仕上がりました。これで完成です。はい、これで黒ごまプチ大福の完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はごまあんこがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。このように可愛い一口サイズに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。うわ、もっちもちですね。それではいただきます。もうね、すっごくもっちもちです。そしてね、とにかくごまの香りと味わいがとても強くてすごく美味しいです。お餅の部分に黒ごまを練り込んでるので、そのプチプチ感も楽しめてすごく美味しく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の黒ごまプチ大福のポイントです。まずこちらね、中に入れたあんこなんですけれども、今回はこしあんとすりごまを混ぜて作りました。こちらはお好みで粒あんを使っていただいても OK です。そしてお餅を作る時の生地のポイントです。まずボウルに材料を全部入れてよく混ぜたら、電子レンジで少しずつ加熱して、その都度よく混ぜるようにしてください。一度にね、加熱してしまうと混ぜにくくなってしまいます。この加熱時間に関しましては、レンジの種類によって適正な加熱時間が変わってくる場合があります。なので様子を見ながら加熱時間を調整してみてください。今回は 600W の電子レンジで加熱したんですけれども、 500W の場合はプラス15秒ほど加熱していただくといいかなと思います。お餅の出来上がりの目安なんですけれども、よく混ぜて透明感とツヤが出て生地が滑らかになるまでしっかりと混ぜるようにしてください。そして出来上がったお餅の中に今回は黒ごまを加えました。この黒ごまに関しましては、一度に加えてしまうと1箇所に固まってしまいますので、2回に分けて加えてその都度よく混ぜるようにしてください。この時ね、ゴムベラで混ぜにくい場合は木べらを使っていただくと混ぜやすくなると思います。あとはお餅を12等分にして、その後ですね、丸めておいたあんこを包んでください。今回の分量でいくと12個できたんですけれども、こちらはですね、作る大きさによって多少左右する場合がありますので、目安にしていただけたらと思います。今ね、作ってからだいたいね、6時間経ってるんですけれども、まだ柔らかくてもちもちの状態です。なんですけれども、1日ぐらい置くとだんだんお餅が硬くなってきてしまいますので、作ったその日に召し上がるようにしてください。もし少し経ってから食べる場合は、必ずラップをして涼しい場所に置いて保管するようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。もちもちでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は黒ごまプチ大福を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。